にちは。ウルトラマンコスモス20周年記念特別企画、勝手に特別企画、吹雪の部屋。吹雪の部屋ということでね、一人で喋ってもしょうがないので、ここはゲストをお呼びしたいと思います。この人がいないとウルトラマンコスモスは始まりません。杉浦太陽君です。よろしくお願いします。そうなんですけど、その頃には俺まだ師匠じゃないけどうちの師匠が、いや、吹雪の部屋、はい、前からあったんですか、この部屋。ないです。今回のために作りました。20周年でございます。20周年だよ。ね、今いくつになった？僕ですか、今年40になりました今ね、はい、現場とかでだいたい20、まあ俺だったら25個ぐらい下のこと。俺今46なの。6になりましたか。46だから25個ぐらい下の子たちと一緒に仕事するでしょ、はい、だからもうね、6歳差なんてね、同級生もうその域に行ったんですよ。だってそうならない？まあいや、でも僕はもう当時から秀君って言ってるからあるんですけど、まあでも久しぶりのあれですよ、春風コンビでございます。はいはい、すごい。もう春ですみたいな、風です2人合わせて春風コンビです。俺ね、島さんから、俺、はい、隊長キャップからツイッターかなでいきなり来たの。いつですか？その春風コンビ放送になった時、5話が終わった時か、春風コンビが結成しましたっつったら、島さんから俺のなんかツイッターに、はい、その名前をネーミングしたのは私ですって。そうなの？本当にリアルキャップがそれをつけたのは私ですみたいな感じの流れてきたの。当時からツイッターってありましたっけ？当時じゃない、今回今回だ20年置いて、島さんが俺に打ってきてくれたの。ほんでフォローした。マジっすか？そう、島さんがフォローしてくれたんですよ。島さんツイッターやってるんですか？今やってんすよ。まあ男の勲章でね、動画になりましたから。また本当だよ。全然お会いしてないんですけど。そうなの。それでね、まあ、そのまま行くと島さんの話になっちゃうけどもうとにかくね、この、吹雪の部屋、はい、当時のねことをちょっと一回振り返ってみようと。いろいろ。ただウルトラマンコスモスの作品の内容の話をしても何も面白くないので、はい、裏話をするしかない。出た、吹雪の部屋裏話をするしかない。まず島さんの話からいこう。島さんね、島さんはでも唯一マイカーで現場に入る人だった。おお、いいね、車の話来たね。そう急でベンツかな、やっぱ会社乗ってて、そうなんかね、ちょっとかっこいいやつ。なんか富士山の麓かなんかでロケするときに、やっぱ終わる時間が一緒だったら「武蔵運転しろ」みたいな。そうだで当時僕20歳でまだ免許取って2年しか取ってない、急に会社乗って島さんを送り届けるっていう重大任務やってましたね。そうで、島さん隣に、後ろに島さん、隣に、姉さんね本当に坂上香織さん乗せながら、一番緊張した運転です。それもテックサンダーより緊張する。テックサンダーの名前がもう懐かしいですね。名前だけで笑っちゃうけども、そうですね。その島さんがね、その車をさ、現場まで来たらさ、大雨が降ってさ、覚えてるかな。その日島さんの運転席の窓がブーンって開いたままもう壊れちゃったんですよ。閉まらないです。撮影中にめっちゃ雨降り込んでびっしょびしょですっつってビニールゴミ袋を貼って、島さんそれで帰ったっていう。すげえ俺覚えてる。俺それ言いましたっけ？いたみんないたよ。島さんお疲れ様でしたっつって窓顔出そうと思ったけど、もうビニール貼ってあるから出せなくてみたいなのがあったもん。島さん結構お茶目なとこありますよね。いや、あった。朝ほら現場で俺ら指令室に集まって、さあやりましょうって、いやまだ島さん来てないんですよみたいな。まだかなんつってみんな待って全然来なくて、電話したら犬の散歩してた。あったキャップが来ないってなってね。俺今日撮影だっけって多分犬の散歩してたっつってね。ありましたね。1時間半ぐらい遅れてきたんだよね。確かに島さん待ちっていうのはね。あったね。でも当時からやっぱりでも
存在感っていうのはね、いやいやキャップっていうまとめてくれるのはすごくありました。怖いってイメージが最初からまずあったんだけど、突っ張りのイメージがありましたよね。そうそれがね全く逆だったっていうね。よくなんかメイクルームでご飯ごちそうしてくれましたね。ああもうそうなんだっけ、あそこなんか食堂みたいなのもあったよね。食堂もありました。そこも連れてってもらったしね。そう当時東宝ビルトっていう今はなきセットがあって、そこだと全員集まることが多いんですよね、でみんな楽屋に帰らずにメイクルームにたまる。ああそうメイクルームね。メイクルームの話もいろいろ面白いないや俺ね今回ね何があったかなと思ったら結構出てきたんですよ。結構多いでもんですね。これを使っていいのか使っちゃいけないのか後でダメだったらカットしてください。わかりました結構使えないのあります。朝行ってね、志保さんってね、部屋メイクさんって志保さんがね、メイクしてたらね、高山メイクしてもらってね、最後終わったらね、ありがとうございましたみたいな感じで撮影行こうとしたら、志保さんが言っていいか言っちゃいけないか迷いながら、あった高安やっぱりヒーローだから鼻毛を抜こうって一本抜かれたの。それがねカーブしてたんですよ。マジっすか。それで分からなかった。綺麗にはまってたらしい。そっか、穴から出て戻ってた。そうなんです。そらヒーローはちょっと鼻毛がきついですそうなんね。です。それすごい面白かったでもやっぱりね、僕のメイクルームの思い出はヒデ君が吹雪ヘアを自分で作ってた。そうメイクさんが作ってたんじゃない。あれ自分で作ってた。あれ何分くらいかかってました？吹雪ヘア前髪作るの。最初45分。45分。で、最後の方が20分。20分。1年の成果がそこで。そうメイクも含めてね。マジっすか？メイクも含めて20分。めっちゃ早い。早いよ。もう早かった。時間も遅くなってくる。時間も遅くなってくる。すげえ。だって俺最初は防衛軍だから一ノ瀬君坊主でって言われたの。今思えば坊主でもかっこよかったかなと思うんだけど、ちょっと坊主はみたいなちょっと坊主はみたいな、ちょっと後ろ流しますみたいな。いやそれだと杉浦君と一緒になっちゃうんだよねみたいな。髪型がなんか似てたんだよねきっと。何もしないっていう、ストーンっていう感じが。じゃあリセットでみたいな感じでなんかバーってできてる。そしたら後半の方はよくわかんないもんなんですだって僕と一緒に並ぶじゃないですか。だから風が吹いて僕マスターだっていうのに微動だに飛んだから前髪っていうあれ何で固めてたんですか？いやもう多分ダイエスプレーじゃない。もう昔で俺らで言ったらダイエスプレーいくら風が吹いても雨が降っても崩れない。ヘルメット取ってもそのそうですね。すごかったよ。確かに。飛行機から降りたシーンもそのまんまの髪型。そう懐かしい。でも吹雪ヘアは僕も本当ちょっと尊敬しました。やっぱりね、子供たちがね、当時子供たちがね、今のだから20歳ぐらいの今5歳の時とかにお風呂入ると泡で頭作るっていうのをすごく手紙でもらって。そっか、スーパーサイヤ人みたいな感じでやるから吹雪ってやつ。吹雪ヘアやってますっていうのをお母さんのからの手紙とかによく入っていきました。当時すごかったですもんね。すごかった。草津のブームというか、流れがそうだね。やっぱ時間帯良かったんですよ。そうね、夕方6時。夕方6時から土曜日の。だから視聴率も7%ぐらい。すごいですね。仮面ライダーを上行ってたけどね。仮面ライダーはでも朝でしたよね。朝だ。そうか、また違う。数字はそんな誤差なかったと思う。そう。ただ仮面ライダー人気ありましたね。いや俺ね、ウルトラマンランドってウルランそうね、熊本にね行ったでしょ。3人で早かった。で行った時にさ、すごい人集まったじゃん。うわーってね、ウルトラマンランドすごいなお客様って言って隣の三井グリーンランドもっとすごいですって話になって俺ら見に行って偵察に行ったらどんなもんやみたいな。偵察に行ったらとてつもない人数でやっぱり遊園地の広さも違いますけど、そうなんだよね。ウルランはウルランでフルで3000人ぐらいですけど、三井グリーンランド1万人以上あるからあっちすごくねみたいな。で挨拶に行ったよね。挨拶に丁寧に挨拶に行くっすからね。ウルトラマンコスモスチームがライダーに挨拶に行く。同期ですみたいな。お世話になります。5人で写真撮ったよね。撮りましたね。あれ歌手君の時でしたっけ？
いや違う違う違う。あとだ、リュウ菅君と菅っちだ。松田君だ。そうそう、二人でそんだけ集めてたからね。うちは3人であの歌詞だっつってやってたんだな。確かに。その後三井グリーンランド遊びましたけどね。あ、そうだね。はい、いや懐かしいで20年前か。イベントがやっぱ多かった。多かったですよ。多分コスモスやってる時はそんなに多分ないと思うんだけど、でも個人でやってるから個人で行ったりしてたよね、ウルトラマンなんか。あ、僕だけのやつもあります。あったでしょ。俺はね、隊長になった。あ、そっちですか。なんか一人でイベントって結構あった。へえ。そうだよ、一人しかいないもんね。映画終わった後ですよね。あ、そう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 、一人で結構イベントやってた俺。ちょっとだからそういう時寂しかったよね。それはありますよね。ウルトラマンランド一人で行ってイベントしてるんだけど、俺一人あれ高谷と前からいたのになみたいな。それはみんな人が心強いし、そうなんだよ。お客さんもね、やっぱテンションバー上がるけど、俺も一人かと思いながらありますよ。あそこ馬刺しのお店、美味しいとこ連れてってくれるんですよ、熊本のね。さんがね。はい。ここに当時はほら馬のレバー、バレバ。レバっていうのは食えますよみたいな、そこでお酒飲めますよみたいな、森蔵と魔王を一生瓶ドーンと持ってきてくれて、どうぞご自由にみたいな感じだったじゃん。ありました。でも僕が早く寝て、ヒデ君夜な夜なみんな連れて行って飲みに行ってました。あの時夜な夜なですね。今いやいや今だから言うけど、俺が連れてったんじゃなくて、違うんですか。いわゆるスーツアクターの子たちそう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 が飲みましょうよっていう話になって、部屋に来て飲んでた。あ、繰り出してたんじゃない繰り出したのもありました。あるんかい。ヒデ君に行って、なんかこうっていうのを。はい、皆さん、吹雪の部屋からですね、ちょっとお知らせがございます。2021年8月27日金曜日、池袋サンシャインウルトラヒーローズエキスポサマーフェスティバルでコスモスイベントを決定しました。